ぞうどん。はい。カツ丼とうどんのセットとかね。これサラリーマンは食べてきます。安いって670円。値上げするときはもう消費税が上がった時だけ。ありがとうございます。きつねうどん2杯。お客様って商売。お客様は神様です。そのことよ。でもいまだにやっぱ親父の方がうまいと思う。負けたくないって気持ちで取りようけんさ。昔の人はもうだいぶどんどんなくなっていきよってまあ若い人はもうね親父の味は知らんけどだけど自分の味知らしてお客さんが美味しかったって言われてもらえばそれはもう嬉しいね食べてスープがきれいになくなってるやんからあれ見たらもう嬉しい嬉しいです。大概飲んでいきようけどねすいません。あ、こんにちは。いつもいじめられるけなんで？どほらねそうしろがあと優しい子や。お客さんはいこれ食べられないかんよ。これ今何を入れられてるんですか？だし。ざるそばざるそばのお店って出前もやられてるんですか？お昼時に結構入る感じですか？あもう少ないよ今出前館とかあげなところでああ、なるほど。高いけどねあげなたこれじゃ儲けないけどねなバイト代がもらえるだけ全部断るやってないです。これがあなたのうどん柔らかい今そうねもうあんまりやらないとこないんじゃないかな中間かちょっと固め今ほら、そういう讃岐が多いんやだけどうちはもうなんていうとあまり硬い人が好きじゃない人が来るもんねお店の休憩の時に自分の作られたうどん食べるとか？食べるよあ、食べますか？毎日それからもう3分の1麺をあもう小さいとこから食べとるけどもう入らん味の確認とかされたりしてるんですか？その食べてる時に。いやまあ味の確認はもう出しとる時ほら、そこで確認するけお店っていつも何時からこうやって仕込みされてるんですか？出しとる時は7時に1回出すけどねはい。で1回上がってはいひげ剃ってまた置いてくる全部一人でやられてるんですか？朝はねすることが多いけどさ
あとパートのおばちゃんが来たらいなりとか作ってもなんかみたいなおばちゃんやら9時半頃9時半頃ですか、もうある程度もうしたくないけんもういろんなほら例えばざるそばのネギ切ったりとかもうそういうのもう早めにしとくったよもう、うん朝あんまりしとうないけんさ出しとる時やらもう特にしとうないけんねもう何でもしとかんとさもう嫌なんよあうちセットが多いっちゃうねあーカツ丼とうどんのセットとかねそれが一番多いサラリーマンは食べてきます。安いけん670円セットで670円ですか。エンジニアら博多駅で行ったらもう800円から900円ぐらいじゃない単品でも800円ですようち610円値上げするときはもう消費税が上がった時だけこれって今上がってきよったよね油やらいろいろなんとか頑張りよう創業何年ぐらいやられてるんですか。俺がもうすぐ7月で68になるけ69年お父さんの代、そうそうそう親父の代ですか。そうそうそう昭和28年生まれる前生まれる前から親父さんがやられてて、もうずっとうどん屋でやられてたんですか。そう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 お店を継がれたのって何歳、今。結婚してからやね俺24俺もうどん屋継ぐ気なかったけど全く学生の時からもう手伝ったことないもんね大丸デパートがあるやん、あそこでバイトしとった学生の頃なるほど。 22まである程度なんか飲食の経験があって、学生の頃一回あるねバイトで博多駅でねレストランでねバイトしたことあるいきなりじゃあ継ぐってなったんですか。そうそうそうご兄弟とか。妹がおるよあ、大体俺教員になりたかったっちゃう体育の先生大学で教職の免許取りよったとばって、はい。あと俺よ長男やきやっぱ継がないかんとかいなと思って仕方なしついたばってねもうせっかく親父がしてきとうけんやっぱね継ぐと俺しかおらんかなと、まあ、その代わり俺が終わったらもう終わりかなと思うと思うよねだけど息子も継ぐっていや継がせろと思うばってもう強制的に継げって言わんたいねで孫が6人おるとばって上がもう22下が2歳だけど誰か継ぐっていや継がせようかなと思って何も今言わんけせっかく継いできとうけんね、なくすとも惜しいかなと思ったよねうちのうどんの味いうとよそにない味やけんですね、外で他のうどんを食べるっていうのは全くないんですか。食べるよ勉強がてらとかですか。第1第3日曜日が休みたい休みの時は必ずどっか食べるほとんどみんなカツオが入っとうけ同じああ。どこ行ってももう風味が一緒今やられてる肉うどんの。冷凍のカツが多いけどね、今ね。美味しくないよね。忙しくなったよね。お店の名前の由来とかって何なんですかね。三勝博多にね稲葉 A ちゃん大福うどんってあるんだ昔からあるお店ですか。活用にって3つの店に活用に、それで三勝。もう一つはおふくろがサービス味よし値段よ親父さんとおふくろさんが決めたんですか。そうやろね何の前触れもなくお店を継ぐってなったんですか。もう継ぐてもう俺しかおらんやんあだけど本当はもうちょっと遊びたかったまあでも店のこと考えたらねやっぱ一人でもね嫁さんもろた方が助かるやん最初のうちは親父さんとおふくろさんと3人とかでやられてたんですか。昔は従業員がおったけんねうどんのことなんてわからないじゃないですか。作り方とか。ああ知らんよこれなるほどなじゃあもう最初はもう修行みたいな形でお店入ったんですか。いや修行もなんもない俺親父と仲悪かったけんそうなんですか。親父から出汁の鍋から聞いとらんいじゃあ今やられてるのって独学やいやいやそれは親父の味よああ。20歳の時だな大学の時にその従業員のおじさんが配達しようやってだから配達行ったらほらお茶がなくなったりするわけよ割れたりとかなんかお茶が足りんぞって言ったら親父がいた
間違いで忘れるくさって言ったら親がぶち切れて「お前くさ!」って言い出して「なあわからんくせえ」それからもう全然話さんか親父が現役まで話す75まで話さんやったんだでも通訳嫁さんや嫁さん通して話すんですね。でも親父が引退して手術やらして施設やら入ったりしたらなんかこうわだかまりがパッと消えたの俺あもうなんかもうかわいそうになってくるからと親父が作りようたで見よう見や目でこう見ながらああどんくらい醤油がこんくらいぐらい平均これ半年客引いたけど味変わったろって言われた潰れるじゃないかなだけお客さんが来てから「ああ味変わらんね」それ聞いたらねほっとするねでもやっぱここら辺常連が多いけんやっぱ俺今日ちょっと辛いぞとかさ言うてもろたあ。うら、んうん。マニュアルがあるんだよ、はい作り方がやっぱ味見していかん絶対無理、味なんですね。俺タバコ吸うけんさタバコだけやめきらんちゃう酒飲まんでだしこう沸かしようたいね、はいで最後の味付けの時になったらもう口薄くでうん風邪ひかれんともう味がわからんけんだから風邪何年ひいたくないもん、親父さんはまあ現役の時厳しかったんですかね。現役でやられてたそれはもう職人やけんうん。本当の片物愛想もクソもないもうお袋で持ったようなもんやお袋はもう愛想も良かったしねでお客さんが親父さんはっていう人おらんじゃんけんお母さんはってお父さんはって絶対おらんでもいまだにやっぱ親父の方がうまいと思うやっぱもう親父負けたくないって気持ちで取りようけんさなんか違っちゃうね親父とね同じようにしようけど違うね今大将っていう立場じゃないですか。親父さんの味に近づきたいっていうのがあれなんですか。それとももう自分はこの味でやっていくっていうのが。いやいやそれは親父の味昔の人はもうだいぶどんどんなくなっていきようけんまあ若い人はもうね親父の味やら知らんけんだけど自分の味しだしてお客さんが美味しかったって言われてもらえばそれはもう俺嬉しいね食べてスープがきれいになくなっとるやん丼から、あれ見たらもう嬉しいね嬉しいです。大概飲んでいきようけどねあすごかったもんね昔はねやっぱ食べ物やもなあもない時代やけん、うん一人勝ちやったもんね小さい頃は帰ってくるとかもう12時過ぎやうんうん。で俺と妹2人しかで家をおるけんさ中学高校やら自分で選択しよったもん高校やら行く時はほら買ったんやけんアイロンまでしてかけていけるあの当時俺500円昼飯代入れて足りるわけないやんもう2時間目でも俺は飯食わないかうら、ん終わってこのジュースとかあげたら飲まないパン屋で天神にうどん屋があったんうんうんうどん屋と回転まんじゅう、はい。そこでおばちゃんたちと仲良くなってつけ聞けと高校の時あんた家何しようとねって言ってうどん屋あんた家に帰って食べれよこのもんいやもうそこまで持たんけどほんとつけ聞きよってね今ないよそういうとこ大体何分ぐらいこれ麺茹でるんですか。いや普通は早いとよちょっと釜は開いとらんけどねそうね30秒ぐらいはいカツ丼うどん
はい。きつねうどん2杯。カツ丼のうどんとざるカツですね。はい。ありがとうございます。これは何が入ってると？一つ足り方の。配達料とかってあるんですか？ある。プラスおいくらか。100円、1000円、100円の下は10円。みんなびっくりする。昔からじいさんのでみんなあげれって言ってて、昔から10円。消費税が上がっても10円。でももう頼まれる人ももう地元の常連のお客さん、おばあちゃん。そうそうそう。もう範囲が決まっておけんね。はい、ざるカツです。はい。じゃあカツ丼と天丼一つずつ。天丼はですね。はい。天丼ですね。5号店そば。はい。
すごいっすね。そう大猿がこれの2倍2.5倍。4時にはもうお店閉めるんですか？よっしゃ2時頃に片付けよう。あさっと遊びに行かれるこお店のまた仕込みとかあるんですか？と。いや今日はもう遊び一本です洗濯するか2回掃除するか。掃除してくれると誰もおらんもん。5時からもうさーっと出ていける年末年始とかってお店はどうなってるんですか？ずっとやる仕事いらっしゃいませ。さありがとうございました。いつもいじめられるけど。なんで？ほら見てほら。ね。そうしろが。あで優しい子や。うどんで。はい。これ食べられないかんよ。夏は基本ざるそばが出ます。大ざるね。大ざるもうほとんどざるが多いね。年末年始もお店開いて24からずっとお店やってるわけじゃないですか。なんでそんな休みも少ないしずっと頑張れるんやろうなって思ったんです。子供が小さい頃はそれは毎週休めたよ。日曜日。もう家おらんくなったらそうすることないやん。まあ、休んでほら出てっても金は使わないか。でも働きよった方がいいじゃん。日曜日に開けてっていう人がっていうのがおるって。だん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 休まれこない。お客さんのために開けてるってそうことそうそうそう。俺白滝宮に散歩お参りがてら食べるから。来た人が休んでやったら気の毒いやん。ああわざわざ来たのにって。お客さんって商売やねん。それがあるけどね。お客様は神様です。それ本当よ。そのお客さんがあって金落としてもらう。特に日銭やけんさ余計助かるやん。おいらっしゃい。一人？なわけないね。まあどういう居酒屋。いつもついてきんさね。はいしてよ。してよ。はいうどんがせんなよ。これの客数がろ。柄のあれ。うちの先輩後輩。向こう先輩ですよ。向こう先輩。ご飯少なめよ。ご飯食べて。ベストショット。これ全国流れるとよ。キャンできるかわからんね。見て。変なお客さん。そう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 。ちょっとアップで映しとって。ここら辺。ごちそうさまでした。あなたは見てこれ。いや、YouTuber 頑張ってね。じゃあね。